鳥人間コンテストなってる。ひゃっはー、また墜落した。皆さんこんにちは。こんにちは。アニメに登場する機体も再現できちゃう謎のゲーム、カーバルスペースプログラム中、ウルトラマンの機体を作ってます。今日は視聴者さんからめちゃリクエストあった機体作っていっちゃおうかな。なんや SF 人魚劇サンダーバードに登場する原子力輸送機サンダーバード2号を作りたい。サンダーバードシリーズ来た。作ってほしいってリクエスト50件以上来てるんだよね。リクエストありがとな。もしかして100万回再生いっちゃうんじゃない？まあどこまで上手に再現して飛行できるかや。もう100回以上作ってるんだよ。余裕だって余裕。後ろ全然余裕な状態なっとらん。爆発した。安心して無事だったから。いや2人いたやろ。今日も作るの大変そうだから遊んでる暇ないんだって。誰かさんは全部遊びやろ遊び。でね、早速問題なんだけどサイズをどうするか。1分の1でいけ。いつもだいたい1分の1で作って再現飛行してるからそうしたいんだけど。サンダーバード2号、全長76メートルもある剣。想像したよりもでかい。今中央にあるのはガンダムのカーファイター。これの8倍くらいのサイズなるんか。やばいでしょ？どうしようか迷ったんだけど形作るのに使えるパーツも増えるから1分の1でやろうと思う。再現シリーズでこの規模は初めてやで。みんなも1分の1がいいと思うんだよね。やると決めたら行くしかない。下に機体サイズと配置の目安を作って合わせるように形状を作っていく。今作っとるのは中心構造か。コントロール装置とか飛行に重要な装備つけて機体パーツ持ってく感じだね。この時点でめちゃでかい。今はコックピット作ってる全体の4分の1くらいになるのかな。先っちょは空気抵抗を減らしたいからカバーをつけておきます。ちなみにこれ全部燃料タンク。いつも恒例の燃料タンク。重心調整用だね。コックピットはこんな感じで曲がってるから一個一個角度つけると。形状合わなくて先っちょ閉じれない問題出たけどノーズコーンで解決。とりあえず前は完成。次は後ろ構造を作っていく。さっきも言ったけど、サンダーバード2号は輸送機なんだよね。輸送機。胴体中央がそのまま取り外し可能な格納庫になってて、内部に救助活動用の重機とか入れれる。コンテナみたいなんか。コンテナポッドって言うみたいなんだけどついてない状態でも飛行できるらしい。で、後ろでそれを作っとると。もちろんコンテナポッドみたいに重機入れるの無理だけど形だけ取り外しできるようにしてみた。両端はドッキングポートつけて機体側と接続する方法。とりあえずこんな感じでいいかな？これめっちゃでかくなるやろ。今作ってるのは機体側面、エアインテークみたいな部分。サンダーバード2号は丸っこい形状してるから形整えると。ボディ形状曲面やから作るのめっちゃ大変や。調べたらコンテナポットも曲がってたみたいだから少しスペースを空けて作ってみた。分離する場合はアイトランと接触してまうからな。マットンな胴体側、中央と左右にもドッキングポートつけて傾いて接続される問題を防ぐ。あとは伸ばした胴体側を無理やり曲げて機体形状と合うようにすると、実際の機体サイズと合わせながら調整やな。これ大丈夫だよね？多分大丈夫やろ。知らんけど。1分の1って言ったのはこねちゃんだからね。作りやすいってこのサイズにしたの自分や。めちゃ不安になってきたけどついでにエンジンも乗せておく。ここは一回り大きくなってるからフェアリングパーツ。骨処理リアクションホイールも埋め込んでエンジン搭載。直径大きくしたから中サイズのエンジン4つ入っちゃった。このサイズで一番強いやつやろ。当たり前じゃん。よーし機体の土台できちゃった。重量とか大丈夫なんか。全部燃料抜くから大丈夫大丈夫。ゆるふわ軍事チャンネル。じゃあ機体形状作ってくよ。多分一番難しいところここや。曲線を上手に再現できるか。考えたのはパーツを一直線に並べて取り下げるように曲げてく方法。めちゃくちゃ数多くなるで。ゲーム動作重くなっちゃいそうだけどこれ以外方法思い浮かばなかった。翼で目が合わせて作る方法も考えたけどプレステレベルのカクカクなっちゃいそうなんだよね。サンダーバードみたいなかまぼこ型にしたら曲げてくと、確かにこれやと確実に曲線は作れる。でしょ？めちゃくちゃ時間かかるんですけど、一個一個パーツ曲げんとあかんのがあれなんか。先端の処理が難しくてなかなか合わない。曲げたところのつなぎ目目立っちゃう。
これ全集やらんとあかん。側面は無理やりなじませるしかない。できたできたできた。ちなみにこれだけでも1時間かかってる。地獄やろ。何がやばいってコンテナポットと機体後ろ側も作っていかないといけない。誰こんな取り外しできるようにするって言ったの？自分や自分。ちなみにここは軽くしたいからカーゴベイで作ってる。コックピットと違って背中のところはそこまで曲線強くないから比較的楽かな？というか高さとか形状合っとるんか？ 6 割合ってる。それは合ってる言わん。随時全体見ながら調整入れてます。次に後ろ側。ここも同じように作っていく。機体上部どうやって作るか、フェアリング組み合わせる方法とか、壺作るみたいに下側から積み上げる方法も考えたけど、多分これが正解。うちはようわからん。見た目が整っててそこそこ綺麗にできる。はい、後ろ一回全部やり直して完成。初めてやる作り方なんだからそういうこともある。その前にこれ飛べるんか。飛べなかったら今までの水の泡なっちゃうじゃん。維持でも飛ばすしかない。飛行船以外で過去最大級の大きさなっとるやろ。じゃあ裏側作って仕上げてくよ。基本的な作り方は同じみたいやな。できるだけ統一した方が一体感出て見た目良くなるはず。違う点はパーツ数と重量削減目的で内部は空洞。平らな面は翼パーツ使って塞いでおこうかな。機種上げした時にある程度揚力も発生する感じやな。かなり重たくなるからいい方に働いてくれるはず。コックピットの下側はさっき作った構造をコピー。翼パーツ入れると空気抵抗やばいことなりそうだから空の燃料タンクで造形。この斜めっとる部分か。いい感じでできた。後ろ側は同じだから省略。コンテナポットは地上移動できるようにタイヤついてたみたい。サンダーバード2号はポット取り外す用の長いアームあるんだけど作れないから却下。このタイヤが機体唯一の膠着装置になるね。機体に比べて頼りないサイズ。ダブルで入れたからダブルで。よーしじゃあ翼つけて仕上げてくよ。主翼や主翼。全長76メートルある割にあまりに小さい主翼。ズンちゃんが測ったところだいたい 13.6 メートルくらいしかない。絶対無理やろ。全身翼になってるのも特徴的。尾翼は外側に傾いたいわゆる V 字翼になってる。垂直と水平尾翼の機能を兼ねてるみたいなやつやな。先端は繋がってるんだけど、ここに方向用の補助エンジンは入ってるって設定になってるね。内部設定資料もあって、確かにエンジンみたいな構造を描かれてた。ほんまやなんか入っとる。もちろんそんなこと知らないズンちゃんは疑問に感じながら閉じることに。ちゃんと調べれ。さすがにそこまで調べないって。原子力エンジンだからラジエーター的なものだと思って一応装飾だけ搭載。そうそう忘れるところだった垂直離着陸エンジンも入れないとね。どうやって離陸するかと思ったら垂直離着陸か。前後に大型エンジン4機搭載。それぞれのバランスは水力調整でやってみる。最後に塗装だね塗装。落ち着いた緑色に特徴的な毛色のライン入れれば完成。はい、ということでこちらが完成したカーバルスペースプログラム通算1分の1サンダーバード2号。でかすぎて画面に収まらん。全長約76メートル、幅54メートル。乾燥重量1277トン。重すぎや。ボーイングの大型旅客機でも350トンくらいだからやばいでしょ？使用したパーツ数は合計で677個。700近い。ちょっとゲームの動作重くなっちゃうから許してね。制作時間は約8時間。じゃあ視聴者さん入っちゃおっか。今日はサンダーバード2号乗りたい言ってた視聴者さんといつも課金してくれる視聴者さん。スパチャありがとうございます。ありがとうございます。ズンちゃんまた視聴者さんの夢叶えちゃった。視界に入っとるの全部燃料タンクや。準備できたね。先にコンテナポットの分離試験からやっちゃおっか。ゆるふわ軍事チャンネル。ゲームロード中。ちょっと待って。なんか爆発しとる音する。ゲームロード中だって。ロード中に壊れるとかクセかはいん。分解しとる。爆発した。ズンちゃん8時間もかけて作ったのにどういうこと？なんかついとるで。やだ視聴者さん乗ってる部分だけ無事だった。他全部壊れとるのにここだけ残るっておかしいやろ。安心安全設計だから。そんなわけあるか。開幕爆発防ぐ方法は一つしかなくて、設定から接合部の損傷なしをオフにするしかない。最初からやっとけ。連打すんな。
次はどうかな？タイトル。オッケー。かなりしなってたからストラットで評価しないとダメかもしれないね。サンダーバード2号結構上手にできてるでしょ？今の技術やとこれが限界やな。じゃあコンテナポットの着脱試験やってみる。スルッと取れるか。ポチー。ゲームの動作めちゃくちゃ重い。動いた。ダメ、どこか引っかかってる。作っとるときどこか引っかかる思ったわ。どうしても密着させないと見栄え悪くなるからキツキツなんだよね。しかもどこ引っかかってるのかようわからん。構造も歪んどるからな。とりあえずもう一回だけやってみる。少しポットとの間隔空けてきたで。ポチー。あれ？機械やなくてゲームごとぶっ壊れた。ゲームごと落ちるなんて初めてなんだけど。何回か分離試験やったで。結論としては同じ。何回やっても分離したタイミングでゲーム落ちちゃう。綺麗に落としてこういう姿見せたかったんだけどどこか干渉して無理だった。多分パーツ数多すぎて処理の限界超えとるんやろな。一生懸命作ったのに。残念。超魔何やってん。何ってエンジン点か。見ればわかる。激突した。わー眩しい。むちゃくちゃや。やだ、残っちゃった。もちろんズンちゃんの安心安全設計なら視聴者さんは無事。破壊の原因が何言ってんねん。じゃあ次やっちゃおうか。一体何されてしまうのか。いきなり垂直離着陸怖いから先に水平離陸できるか挙動見ておこうか。何かの予防線張る東北ズンコ。飛べない機体無理やり垂直離着陸しても意味ないじゃん。エンジン点火。いやこれ大丈夫か？動力確認忘れた。動いてる。10秒くらい加速して現在の速度時速 250km くらいや。思ったこととしては想定以上に加速が遅い。でかいエンジン8機ついとるのに見た目以上に加速悪いで。これが先頭オーバーの機体なのか。足はちょっと左右ぶれちゃうけどちゃんと耐えれてる。無駄に頑丈で壊れんでこのタイヤ。ぽっきり期待してたのに爆発期待すんな。現在の速度時速 360km。機種上げ開始。離陸ずっしりしとる。待って、このエンジン水力変更弱い。確かにほとんど動いとらん。仕方ない。最後の坂のところで離陸するしかない。いや速度足りとらんやろ。今からブレーキしても間に合わん。みんな行くよ。いったー。めちゃ機種下げしとる。やばい。鳥人間コンテストなってる。激突した。ひゃっはー。大爆発した。わあ激しい。鳥人間コンテストこのくらい爆発あると面白いと思うんだよね。喜ぶのずんだ一味くらいや。というか何も残っと。わかった。とりあえずエンジンが悪い。ちゃんと水平離陸してよかったでしょ。むちゃくちゃや。これを撤去。代わりに小サイズで最も強力なエンジン16機、さらにゲーム内最大のエンジン2機でやってみる。収まる中で最強構成やろ。それと前重心だったから後ろに燃料入れて調整してみた。試験飛行2回目。不安要素は多分解消されたね。尺も長くなっちゃうから次は垂直離陸しちゃおっか。前後調整したんか。やってない。明らかに後ろ重心になってる。配置ミントつけたらこうなる。やばいんだって。コックピットからいったー。大爆発した。ちょっと待って、リプレイ見せて。真面目にやれ。視聴者さんぶっ飛んで言っちゃった。なんか落ちとる。やだ、また視聴者さんの座席だけ助かっちゃった。さすがズンちゃんの設計完璧。などと意味不明なこと言う緑の親玉。何事もなかったかのように試験3回目。動力問題ない。操縦しとる方に問題あるや。変更点は垂直エンジンを増強。リフトエンジン燃焼開始。さっきかなりギリギリだったからね。よーし、徐々に推力上げてくよ。推力 50%。前後バランスも噛んで調整はしてる。前浮かび上がっとる。前の推力強すぎる。
すぐにパーツ設定開いて水力下げるしかない。こういうののキーボードというか専用の回すスイッチあると便利なんだけど、飛行機のコックピットについとるようなあれか。多分にいける。水力 100%。離陸来た。来た。ずんちゃん天才かもしれない。相変わらず後ろ行っとるけどな。やばい角度やばい。前の水力微妙に強すぎや。前後のバランス視覚的にわかんないから調整むずい。ちょっと下げてみる。次は左右にブレ始めとるで。なんか急に安定しなくなってきた。次は無理突っ込む。ガチで水力調整むずいんだって。とりあえず前が強すぎる。やばい。70度くらい傾いとる。終わった。激突きた。コックピット大爆発しとる。やだ、火だるまなっちゃった。ニコニコしながら言うな。あれ？先端ぶっ壊れながらも生きとる。これベストな水力見つけないとダメな感じ？水力変更の範囲でやろな。ちょっとやり直し。ビターンと叩きつけられる。変な回転ト力発生してる感じもしたからリアクションホイール撤去。このパーツはガチでバグ多いからな。原因が複数あって未だによくわかんない。はい、垂直離陸試験3回目。さっきの調整したスロットルが適用済み。水力を上げてくよ。前や前、微妙に弱いで。20% 強める。回転止まった。多分反動で後ろ回転始まるはず。水力弱めながらベストなバランス見つけるしかない。めっちゃアナログやん。66% で弱くて 80% では強すぎたから 70% くらいに調整。水平保てとる。ずんちゃんきたー。嬉しそうでよかったな。次は水平飛行に移行する。垂直コントロールオフ。水平エンジン始動。後ろのエンジン始動。よし、いけてる。いつもここで墜落することめちゃ多いのにいけた。想像以上にうまくいけてる。姿勢も安定。しばらくこのまま水平加速だね。サンダーバード2号飛べとるで。現在の速度 360km や。リフトエンジンオフ。主翼飛行開始。いけとる。さすが東北一の天才設計士、東北ずんこ。これはちょっとすごいで。ずんちゃんも墜落祭りになるのかなって思ったけどいけちゃった。影が普通にサンダーバードや。よかった普通に飛べて。作ってる時このサイズ絶対飛べない思ったからね。燃料タンクパーツでここまでの巨大機初めてやからな。ずんちゃんうれぴ。ちょっと右ロールして旋回してみる。不安定な機体やと傾けると墜落することある。どうや？なんか少し変わった動きしてる。不安定というか普通の機体とは違った旋回になってる。見とる分にはわからんけどな。ちょっと空中で後ろが抜けるようなドリフトしてる動きなんだよね。とりあえず普通にロールと旋回はできるっぽい。あれ？次は何や？機種が上がらない。さっき上がっとったやろ。今フルで機種上げしてる。水力変更もバグってないよね。正常や正常。どういうこと？待って、コントロール不能。なんかフラットスピン始まった。わかるよね？不安定なんだって。それでは皆さんご一緒に。もう何もできません。まっすぐ飛んで旋回してたら墜落した。やだ、どっかのパーツ。原因特定できるんか。ゆるふわ軍事チャンネル。あの動き、昔何回か経験したことはある。全翼機か。そう、垂直尾翼がなくて飛行中にスピン始まっちゃう。でもサンダーバード2号には V 字尾翼あるやん。機体サイズに合ってないか、今回作ったモデルが重すぎて足らないんだと思う。ということでこっそり垂直尾翼内部に埋め込んでみた。今日もインチキ来たで。じゃあ離陸開始。リフトエンジン始動。水力調整はさっきやった通りや。ゆっくり機体上げてくよ。ちょっと前重心なっとるで。微妙な調整が難しい。よし、安定した。また左右にブレ始めとる。毎回挙動違うんだけどどういうこと？危ないから水平加速開始。無理やり水平加速開始。水力変更で姿勢戻す。まっすぐなった。翼端にスラスターつけたのにほとんど効果出てない。ちょい待て。
エンジンめっちゃついとるやろ。あ、バレちゃった？普通にバレるわ。これね、空気抵抗大きすぎるのか全然加速しない。失速しちゃいそうだから中央に16機追加してみた。インチキすぎるやろ。無関係なパーツにも空気抵抗かかっちゃって加速しないんだって。仕方ないよね。スーパーインチキ状態で急上昇中。いけてるいけてる。サンダーバード2号直進飛行は問題ない。現在の高度 2100m、飛行速度 750km くらいや。速度は十分。垂直尾翼入れた改造で安定して旋回できるか。やってみるしかない。よーし、左旋回開始。ロールして機体は倒せた。ここから回してくよ。どうや？多分にいけてる。垂直尾翼立てた効果で取るんか。水平方向に回転しちゃう変な問題は解決できてる。ということは V 字尾翼だけやと無理なんやな。もっと軽く、機体重量500トンとかそれ以下なら飛べそうな気はするね。明らかに重すぎるから主翼と水力変更だけで飛行してた感じなんだと思う。やばいやばいやばい、回転止まんない。わかった、やっぱり尾翼成分が足りてない。次は水平尾翼が足りなくて垂直方向に回転しちゃってる。縦回転や。さっきドリフトしてる変な感じしたのは上下方向の回転も抑えきれてなかった。そしてなぜか機種上げができなーい。インチキリフトエンジン点火しても無理や。なんかおかしい。いつもおかしい。キャッホー。大爆発した。全部燃料タンクだから派手でいいよね。嬉しいのはずんこだけや。はい、こっそりセーブしたところからやり直してます。さっきの飛行で分かったのは機体傾けすぎると危ない。要は V 字尾翼が制御効く範囲で回さないといけないってこと。誰かさん言い切って回した結果制御不能になったと。こんな感じでゆっくり旋回してやれば問題ないはず。確かに綺麗に飛べとる。でしょ？完璧じゃない？でもどのくらいで制御できなくなるかわかんないから常に賭けの飛行となる。ずんちゃん興奮してきちゃった。精神バグっとるんか。やめやめ、墜落する前にやめておきます。皆さんこの飛行で3回墜落しとるで。余計なこと言わなくていいんだって。後からはキコチョコチャの刑にするとしてループ飛行しちゃおっかな。やめとけ。カーバルスペースプログラム2飛行時間多分300時間くらい。プロの飛行テクニックを今見せるとき、大半が墜落しとる飛行やろ。またそんなこと言う？みんな見て180度回った。かなり慎重にやっとるで。ここからは高架になるから推力 50% くらいまで絞ると。もっと絞っとけ。機体の姿勢制御エンジンの水力変更が大半だから無理なんだって。いやこれ普通なら飛べんやろ。ちょまずい、回転止まんない。また縦方向のスピン入っとる。エンジンフルスロットルー。くさ。わかったでしょ？尾翼の効果めっちゃ弱いから油断するとこうなっちゃう。でもズンちゃんは600時間の飛行時間とテクニックがある。秒で2倍に伸ばすな。スピン停止、機種上げ開始。次はピッチ制御効くんか。あれ？さっき機種上げできなかったよね。このゲーム、ロードすると機体制御変わることあるからよしとします。飛行ゲームとしては致命的なバグやろ。オッケーオッケー。よーし、じゃあ尺もいい感じだし着陸しちゃおっか。正面滑走路や。なんだかんだ言って初めての着陸や。もちろん垂直着陸。飛行速度ゼロにしてまっすぐ降りないといけない。いや高度結構低いで。垂直エンジン始動。やっぱり機種上げの動きかなり弱い。奇跡的にいい感じでいけとるで。滑走路まで残り 2km くらいや。水平エンジン停止、減速開始。ここからは下のエンジンだけで支えんとあかん。待って、機種下がってる。後ろのエンジン強すぎる。はよ調整せんと墜落する。選択できん。よし、後ろを下げる。機種下げ止まっとらん。どういうこと？離陸した時と全く同じなのに、もう何もできません。ゲームロードして挙動変わっとるんやろ。燃料タンクにコスプレした視聴者さんは無事だね。完全にバグっとる。はい、次は高度保ちつつ滑走路まで来たで。機種上げで速度も下げつつ、できるだけゆっくり進入。水平エンジン停止。ここからなだらかに降下してくよ。さっき前下がったから推力上げておく。いや、後ろ下がっとらん。あれ？次は逆に後ろ傾いてる。完全にバランスパッパラパーや。前のエンジン停止。
だから前行ったり後ろ行ったりどういうこと？墜落する。毎回挙動が違いすぎる。エンジン動かした直後の姿勢とか速度も影響しとるんやろな。なんか変なの残っとる。これがサンダーバード2号が変形したサンダーバード 2.5 号。ただの残骸や。じゃあサンダーバードサブローでいいや。どこからか転げ落ちた視聴者さんは無事。コックピットどこ行った？その後も失敗し続けて6回目くらいの着陸。何回やってもひっくり返っちゃう。ということで垂直着陸は不可能と判断。このまま水平エンジン点火した状態で短距離着陸してみる。温かい目で見守ってやってください。後ろのエンジン切ると水平尾翼がないのと同じような状態になる。やっぱりまともに制御できない。ということが分かったんやな。着陸行くよ。これこするやろ。ちょっと急角度で降下しちゃった。セーフ、ギリギリセーフ。いやガチャンガチャン落としとったやろ。ご体満足で帰ってこれればそれで OK。今日乗ってくれた視聴者さんもそう思ってるよね。まあ初めて機関成功や。はい停止。無理やりやけど頑張れば飛べること分かったで。現実でラジコンサイズにしても飛べるかはわかんないけど、できるだけ軽量に仕上げないと難しいかもしれないね。V 字尾翼の機器をいかに出すかやな。水力変更なしだとかなり難しいかもしれないね。ということで今回はこのくらいで我慢しようかな。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。